皆さんおはこんばんにちは。パラカルタのおさちです。私は今までいろんな再現レシピに挑戦してきたのですが、今回はその中でも好評だったクリスピークリームドーナツの動画をグレードアップ、レシピを改良し、さらに本物そっくりに進化させていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まずドーナツ生地から作っていきます。レシピは概要欄をチェックしてください。ボウルに強力粉 150g、 薄力粉 100g を入れます。今回はいつものパン生地よりこの薄力粉を多めに使うのがポイントです。ここに砂糖 35g、 塩 2g を砂糖から離れた位置に加えて、次は砂糖をめがけてドライイースト 3g を振りかけます。ぬるめに温めた牛乳 100g にぬるま湯 30g、 卵黄1個を加えてよーく混ぜ合わせたら、なんとなく砂糖とイーストをめがけて注ぎ入れ、全体を混ぜ合わせていきます。ボウルについた生地までしっかり剥ぎ取り、一塊になったら台の上に出してこねていきましょう。少し水分が足りないと思ったら、こんな感じで手に水をつけて微調整しながらこねていきましょう。5分ほどこねて生地が柔らかく伸びるようになったら、室温に戻した無塩バター 25g を上にのせ、カードで生地と一緒にある程度細かくカットし、手のひらですり込むようにしてこねていきます。台の上の生地もカードで集めながらこねましょう。生地にバターが馴染んでつるんとしてきたら、生地を台の上に叩きつけ、外側に折り、横から掴んでまた叩きつけるという動作を20回ほど繰り返します。ここから V の字に5分ほどこねましょう。5分こねたらまた20回ほど、さっきと同じ要領で台の上に生地を叩きつけます。しっかりこねたらいよいよグルテン膜のチェックをします。指が透けても破れない強いグルテン膜ができてますね。素晴らしい。表面をつるんと丸めたら、ボウルに入れ、固く絞った濡れ布巾をかぶせて倍になるまで一次発酵させます。夏場の室温の場合、60分から90分ぐらいで発酵します。生地がしっかり膨らんだらガス抜きをして、はかりを使って8等分していきます。生地の表面をつるんと丸めたら、固く絞った濡れ布巾をかぶせて15分ベンチタイムを取ります。ベンチタイムが終わったら成形していきましょう。10センチの正方形に切ったクッキングシートに生地を乗せ、生地を回転させながら手のひらで平たく伸ばしていきます。ペットボトルの蓋で真ん中をくり抜いたら、最後優しく穴を広げます。全部成形したら暖かい部屋で2次発酵させます。この時上からは何もかぶせず、少し表面を乾燥させるようにします。こうすると揚げる時生地が油を吸いにくくなり、より軽いドーナツに仕上げることができます。生地の表面がぷっくり張るぐらい膨らんだら揚げていきましょう。油の温度は160度ぐらいです。綺麗な表面を下にして片面1分ずつ揚げていきます。グレーズを作ります。溶かしバター 35g に粉砂糖 75g、
水を小さじ2ぐらいから少しずつ様子を見て入れていきます。これぐらいの硬さを目安にしてください。グレーズをドーナツにたっぷりディップしたらクリスピークリーム風ドーナツの完成です。はい、できました。やばい、超美味しそう。本物みたい。色といい、グレーズの具合といい、もう全部買いましたからね。美味しそう。やばい、早く食べよう。じゃあ私はこちらを味見していきたいと思います。いただきます。ちょっとね、撮影用でカットしちゃったんで半分になってます。おー、めっちゃふわふわ。かなり本物に近いです。なんか前作ったレシピは薄力粉がちょっと少なかったんで、どうしてもちょっとパン寄りな感じのドーナツだったんですけど、今回ね、薄力粉結構限界まで増やすことによってその口どけが良くなって軽くなってます。クリスピークリームドーナツのふわっと軽い感じがすごい出てますね。あとね、ちょっと今揚げたてなんですけど常温に戻っちゃったんで、クリスピークリームドーナツも温めて食べたらとろけるじゃないですか。これをね、ちょっと軽く温めていきたいと思います。本家のホームページに600ワットぐらいで8秒温めるといいって書いてたんで、その通りに温めてきました。これは美味しい。でもちょっとだけ違う点は、今回材料の強力粉が夢力だったんですよね。国産小麦の。だから国産小麦特有のもっちりさがこのドーナツの方が強い感じがします。でもね、なんかそれはそれですごい美味しいですね。あとグレーズもね、いろんなやつ試したんですよ。牛乳を入れたり、レモン汁を入れたり、今回ね、バターを入れたんですけど、バターを入れると本物のクリスピークリームドーナツのグレーズにめっちゃ近くなる。海外のグレーズのレシピにバターを入れるのが載ってたんで、今日やってみたんですけど、すごいいい感じにできました。ごちそうさまでした。クリスピークリームドーナツ結構動画でも紹介してるんですけど、結構ね、家の近くになくて食べたことがないとか、あんまり食べる機会がないっていう方も多いんで、ぜひこちらのドーナツ作ってみてください。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。今すぐクリスピークリームドーナツを食べたくなった方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。パラカルタのおさちーでした。バイバーイ。